여러분 안녕하세요. 모고모고です。今日はリクエストがあったんですけど、중전ママってどういった意味ですかというリクエストもあって、で、または4人転換の人物に関して教えてくださいというリクエストもあったんで、そのテーマをまとめて紹介したいと思いますが、まず、중전というのは意味は何でしょう。そして、王が死んだ後、중전または側室たちはどうなるのか気になったことありませんか？今日はそれを一緒に見ていきましょう。今日はまず4人転換の基準で説明したいと思いますが、4人転換の王様は중종、チャングムの誓いの王様ですよね。で、皆さんもわかると思いますけど、王様にはいつも正室と側室がいました。で、側室は何人もひどい場合は、十何人も入れることができたんですけど、正室はいつも一人ですね。ここで皆さんがまた覚えてほしいのは、正室はいつも一人なんですよ。4人転換の基準で説明すると、最初、중종と結婚した단경、紳士の場合は、他のドラマ、7日の王妃にもありますけど、政治の影響によって、たった7日だけ正室でしたね。そういった政治的な理由で降ろされた後、また、중종が入れた正室が장경 윤氏ですが、장경 윤氏は子供を産むときに25歳という若い年で亡くなってしまいます。なので3番目の문정 윤氏を入れるんです。これが4人転換の主役ですよね。まとめてみると、側室は何人も入れることもできるんですよ。ただ、正室は基本的には1人。亡くなったりとか、政治によって降ろされた場合も、一旦とにかく1人は入れることができます。じゃあ一旦、正室の基準で話してみましょう。この正室のことを、下の者たちは중전ママと言っていましたね。この중전ママの意味は何でしょう？まず、王様が住んでいた경복궁の地図を見てみましょう。ちなみに、これとっても綺麗な地図なんですよね。ザ・グリーンマップという会社から許可をいただいて使っている有料地図なんですけど、マップ専門会社なので、世界のいろんなマップが見たい方は、ぜひこのサイト寄ってみてくださいね。じゃあ、とにかく話を戻って、この경복궁の地図をご覧になりますと、真ん中の部分に、교태전、または중궁전と言われた王妃の寝室があったんです。ここで皆さんお気づきですか？はい。宮内の真ん中に住んでいたため、중전ママですよ。なので、下の者たちはみんな중전ママと呼んでいました。중전ママの話が続きますが、じゃあ、とにかく중전ママは正室なんですけど、ここで疑問なんですけど、王様が先に亡くなった場合、중전ママはどうなるんでしょう？もちろん、중전ママの子供は聖者なので、중전ママの子供が次の王様になるので、중전ママはお母さんになりますよね。そうすると、呼び方が変わるんです。차슨大妃、つまり大妃という名称に変わるんですよね。この大妃になると、先ほど住んでた중궁전からちょっと右の方にある자경전に移って過ごします。そうしたら今から下の者たちはテビママと言います。この大妃の韓国の読み方がテビなので、下の者たちがテビママと呼ぶんですよね。その後、今からは、年表はちょっと関係ない話ですが、じゃあ、例えば、息子までお母さんより先に死んだ場合は、もちろん孫が王様になりますね。そしたらおばあさんになりますが、おばあさんになると呼び方が変わります。例えばの話なんですよ。ジャスン大王大妃になるんですよ。これが韓国の読み方では、帝王デビママです。なので、ドラマでは帝王デビママと言ったら、おばあさんのことを言ってると覚えてください。もう一度確認しますが、ここの説明はドラマとは関係ありませんので、これはあくまで参考までしてくださいね。次は、富たちはどうなるんでしょう？つまり側室の話なんですけど、
実際、王のお家、경복宮で一緒に住めるのは중전ママだけです。王の側室は、경복宮から少し離れている창경宮という王の別荘に住んでいました。理由としては、側室はあくまで側室だからです。基本的に朝鮮は一夫一妻制を維持しただけで、側室はあくまで王様に対する配慮、または子孫を残すためのひどく言えば保険みたいなものだったので許されただけで、正式な国宝としては許されないような立場でしたね。結構残念な立場ですけど。なので、宮内で過ごすことは許されず、別荘の창경宮で住んでいました。で、ここでまた疑問は、そうしたら王様が亡くなった場合、この側室たちはどうなるんでしょう。先ほど言ったように、この人たちは王様の配慮で維持ができた立場だったので、창경宮から出ないといけませんでした。実際記録によると、自分の自宅に帰ったり、またはお寺などに入って残った人生を過ごしたようです。で、または別の理由としては、朝鮮は親孝行を大事にしていた国だったので、毎日朝、お母さん、おばあさん、あるいは特別な場合、おじいさんにも毎日朝挨拶、そして毎日夜挨拶をしないといけなかったんですけど、もしかして側室がそのまま王位として認められて、ずーっと宮内にいた場合は、王様が大変ですよね。挨拶だけで一日が過ぎちゃうかもしれませんね。そして、また別の理由としても、側室がそのままずっといると、韓国の宮は中国と違ってそんなに広いところじゃないので、結局次の王様も正室、側室を入れるはずなのに、部屋が足りないんですよね。そういった理由としても、もちろん法律的に出ていてくださいという法律はなかったんですけど、自然に自分たちから宮から出たらしいです。最後に別の話なんですけれども、この側室たちは本当の残念な立場で、例えばの話、正室との子供がいなくて、結局、側室の子供、または孫などが王様になった場合、実際この側室が王妃になることはなかったんですね。例えば、次の王様が自分の子供だとしても、自分の子供じゃないような言い方、つまり尊敬語ですね、などを使って距離を維持して、で、王様も実際挨拶に行かず、実際挨拶に行ったのは、自分と血の関係のない公式な家族である正室が、つまりテビママですよね、ところに挨拶にいたらしいです。つまり、朝鮮の歴史上、側室という立場はとても微妙で悲しい立場だったかもしれませんね。じゃあ、今日はここまでです。중전ママ、デビママ、または帝王デビママの呼び方、解決できました。次はまた面白いテーマで皆さんに伺いますので、またよろしくお願いします。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。